世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。今回もね、ちょっと見慣れない景色からお届けしてるんですが、先週に引き続きですね、新ギミック、エレベーターの作成の方が完了しました。ちょっとね、テスト配置的な感じでめちゃくちゃ見晴らしのいいところ、エレベーターで登っていってるんですが、どうでしょうか。実際にね、こんな危なっかしいエレベーターあったら絶対乗りたくないと思うんですが、まあそれは置いといて、ゲームの体験的にはね、すんげえ綺麗な景色見れるんで、なかなかありなんじゃないかなと思ってます。で、今回ね、このエレベーターギミックの作成が完了したことによって、先週から行っておりましたギミック関連の作成ですね。ショートカット開通式のはしご、鍵付き鍵なし一方通行扉、そして今回のエレベーター。これら3つがマップを作成するにあたってね、最低限必要なギミックとなってたんですが、というよりもね、これら3つを作る前提でもうすでにマップの方ほぼほぼ構造は完成させてしまっていたので、しっかりね、予定通りこれらのギミックも作成することができて、いよいよここまで来たかというような感じになっております。ゲームってね、基本的に単品でいろんなものを作っていくんですよね。敵キャラだったり、ギミック、マップの構造だったり、それからプログラムのシステムなんかも、例えば以前ご紹介した飛び道具を作るための弾丸システムだったりとか、そういったものも単品でどんどん作っていくんですが、それらをね、このステージ内に配置していって、実際にプレイした時にね、それぞれ単品同士だったものが、こう相互作用してね、うまくゲームが形になっていくところが見れるようになってくると、ゲームの開発もね、中盤まで差し掛かってきたかななんて感じで、作ってる本人もね、ワクワクしながら作っています。今週はですね、採石場という風に呼んでるエリアを大まかな構造ベースから実際プレイする時の詳細な形っていうところを決めるような作業を行ってました。採石場入り口にはね、鍵がかかってるんですけれども、とあるところでその鍵入手して開いていきますと。水色に怪しく光る建物内部、中央にチェックポイントがありますね。そして左手の部屋には先ほど紹介したエレベーターがあるんですが、これショートカット用のものなので、最初は動かないようになっています。このエレベーターはですね、ちょっと曰く付きのものにしたいなと思っているので、周囲にね、おそらくテキスト系のアイテムなんかを配置しようと思ってるんですが、肝心のね、テキスト用アイテムの仕組みっていうものがまだちょっと作れてないので、その辺は体験版の方までお待ちください。強いて言うなら、ハンターハンターのね、ネオンノストラードの予言に出てきた、登っていない階段を降りてはいけないみたいなシチュエーションをちょっとやりたいなと思ってます。そして採石場周辺の地形ですね。この辺は人の手がかなり入っているようです。資材置き場とかね、そんな感じで使われてるみたいで、この木組みの足場をですね、乗り越えていくと、今度は自然地形のね、こういうところ岩棚って言うんでしょうか。一歩足を踏み外すと奈落に落ちていくようなシチュエーション。ただここではね、ちょっとあんまり戦闘とかは起こしたくないかなと思ってます。もし仮に敵キャラ置くんであれば、今いるね、最弱のキャラクターよりもさらに弱い、もうほぼ何もしないようなキャラクターとかを追加して、ちょっとね、一応ここに1体2体置いとくのはありかなと思ってるんですが、基本的には戦闘というよりは、シチュエーションを楽しんでもらうようなところ、慎重に歩きながらアイテムを回収していくみたいな場面でいいのかなと思ってます。ここに差し掛かるね、直前の資材置き場前あたりで、結構ね、強めの敵1体配置しようと思ってるので、その辺のバランス的にもね、ちょうどいいのかなと思います。強敵倒した後にね、さらに落下死のリスク抱えながら、うざい敵と戦うみたいな、あんまり連発すぎるとちょっとしんどいと思うんでね、この辺は体験版の皆さんの反応とかも見ながら調整していきたいと思ってます。この後ね、もう少し進んでいくと、さっきの曰く付きエレベーターのショートカットが開通できるようになるので、そこまでね、しっかり進んで心の重荷を下ろしてから、またちょっとヘビーなね、シチュエーションも用意していきたいなという感じになってます。で、この採石場エリアなんですけど、もう鼻からね、エレベーターとか開通式はしごをもう実装する前提でね、結構構造の方決めてたんで、しっかりと高低差もあるようなね、立体的なマップにうまくできたんじゃないかなと、振り返って思います。というわけで今回はエレベーターと採石場についてね、焦点当てて進捗の共有させてもらいました。ではまた来週もよろしくお願いします。